誰も見たことのないミュージカルになるってことは間違いないし、ジョジョの凄さってやっぱそういうド迫力アクションとかでもあると思うので、改めてやっぱ原作読んだりとかアニメーション見させてもらった時に、俺壁歩けるかなとかお願いします、お願いします、お願いします。今回は国民的大人気コミック「ジョジョの奇妙な冒険」を原作としたミュージカル「ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド」でディオ・ブランド役を務める宮野真守さんにお越しいただきました。こんにちは、宮野真守です。お願いします。よろしくお願いします。実はジョジョとシュプールといえば長年にわたり関わりが深いんですけれども、この動画で宮野真守さんに舞台、そしてジョジョの魅力についてお話を伺っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。原作はシリーズ累計発行部数1億2000万部を誇る漫画家荒木博彦の大人気コミックシリーズ。印象的なポージング、斬新な擬音や特徴的なセリフ回しなどオリジナリティあふれる世界観でワールドワイドに支持されています。今回のミュージカルでは第1部ファントムブラッドをベースにジョナサン・ジョースター、通称ジョジョとディオ・ブランドーという2人の青年の出会いから始まるジョースター家の血縁と因縁が壮大に描かれます。今日はディオ・ブランドをイメージしたルック、今日今着ていただいているのが、そうですね、撮影の感想を教えていただいてもよろしいですか？今回2パターン撮影させていただいて、ちょっとカジュアルな空気感のある服装と、ちょっとこのねディオっぽく見えますかね、ちょっと膨らみのある感じのオーバーサイズっぽく見えるけどこうキュッとスタイリッシュに見える。ここは本当は筋肉が詰まってますよっていうちょっと今日までにね鍛えられなかったんで、はい、そのスタイリッシュさみたいなのは荒木先生の画風というか、もう素晴らしい逆三角形ともう劇画タッチの筋肉隆々な感じ、僕も子供の頃から読んでいた作品なので、服装でも表現できればいいなというふうに思いましたファントムブラッドといえばやっぱり一番ジョジョという作品の始まりの部分だと思うんですけれども、すごく長く続いていくストーリーの中でどんなパートだと感じられますか？そうですね、始まりの物語ですし、ジョジョとディオが出会って彼らの出自の問題がいろいろあって、その違いから来る劣等感だったりとか嫉妬だったりとか、そういう独占欲とか、そういうものが芽生えるとか芽生えないとか、結構こう人間じみたところから始まっていくのが非常に面白くて、でしかもディオを演じさせていただく身なので、そのディオの心境というのが非常にやっぱ面白く、どうして悪のカリスマにまでなってしまったのかというか、あれだけの憎悪だったりとか支配欲とかどうして持ってしまったのかっていうのは結構しっかり描かれていて、でさらに今回のミュージカルはそこもその彼のトラウマとしての広げ方も面白く描いているので、なのでそのディオの人となりみたいな人間臭さみたいなものは感じてもらえるし、僕もしっかり演じていきたい部分ではあるなというふうに思ってますね。さて、宮野さんといえばエンターテイナーとしても名高い方なので、ここで宮野真守にささやかれたいというコーナーを挟みたいと思います。はい、ささやく。はい。ボックスの中にいくつかお題をご用意しているので、即興で一言お願いできますでしょうか？はい、わかりました。ボックス。箱もちこじゃないか。元気してた。はい。目覚まし時計のボイスメッセージ。スカッと起きられるやつね。はい。朝だよ。起きて。早く起きないと。吸血鬼のエキス挿入するよ。はい。こちらです。はい。全然聞こえないみたいな。もう起きないと吸血鬼がすごい。でもジョジョならブシュッって出せるけどね。宮野さんご自身とディオの中で共通点というか共感するところとかってあったりするんですか？やっぱ悪のカリスマなとこじゃないですか。ね、僕はその犬が走ってきたらボギャーってしないですけど
そういうことはしないですけど、なんて言うんでしょうね、彼ほどのその苛烈な部分みたいなものはないにしろ、人の業とか欲とかデュオが表してくれているので、そこには共感させられる部分は多いと思うので、そこを増幅させるとかっていう向かい方ができるんじゃないかなというふうに思っていますね。その人間臭さってさっき言った部分はもしかしたら誰しもが持っている部分で、ただ彼自身のその素質だったりとか咲かしさだったりとかがそれを増長させるエネルギーを持っていたがために、でしかもその石仮面っていう存在もあったりとかで、ジョジョっていう羨ましい存在もあったりとかする中でこう増幅されてしまった部分はあると思うから、それはある意味共感していけるんじゃないかなというふうに思っています。今人間臭さっていうところもあったと思うんですけれども、今回ジョナサン・ジョースター役が、お二人ダブルキャストであるということって、宮野さんの演技にも影響したりしそうですか？お二人とも。これダブルキャストって本当に面白くて、もちろん僕ミュージカルの経験とか舞台の経験とかあるので、過去にもダブルキャストでやらせていただいた機会はあって、同じ稽古してもやっぱり同じにはならないんですよね。で僕自身もそれを感じたことがあって、以前の作品でファンの子だったかなの表現の仕方が面白くて、片方の方は青い炎で宮野さんは赤い炎ですねみたいな、内面に持っているものの違いとか本人の性格とかでこうも表現の仕方が変わるのかっていうふうに思っているので、稽古が始まってから優也君と翔太郎君のジョジョから感じるものっていうのはたくさんあると思うので楽しみですし、僕はそれを全部一人でいただけるのでね、僕はシングルキャストだからもう全部、吸い尽くしてやろうと思ってますね。はい、初の舞台化によってついに体を持ったディオの魅力というか、見どころはどんなところになりますか？いや僕改めてやっぱ原作読んだりとかアニメーション見させてもらった時に、俺壁歩けるかなとかなんかいろいろやっぱりジョジョの凄さってやっぱそういうド迫力アクションとかでもあると思うので、改めてミュージカルでどういうふうに表現するんだろうっていうのは楽しみになった部分でもあるし、きっと戦闘とか激しいんだろうなって思ったら不安になる部分もたくさんあったんですけど、映像での表現じゃなくて舞台だからよりこうフィジカルが要されるものになってくると思うので、不安と楽しみがないまぜになっている感じ。まずは壁を歩く練習から始めようかなと思いますね。もう一個、はい。おう、これ普通に言えばいいの？元気になれる人、頑張れ。どうしたの？何かあった？大丈夫？大丈夫だよ。頑張れむず頑張ってこ一緒によし今回の作品で宮野さんが初挑戦することってありそうですか？初挑戦あるんじゃないですか。やっぱ原作を知ってる方だったら表現どうすんだよみたいな、ネタバレになるのであんま言えないですけど、あれどうやるんだよって思ってるところがあると思うんですよ。僕も思ってますねあれどうやってやるんだろうそれは完全に多分舞台で僕は初体験になることだと思うので楽しみですね。では続いて宮野さんご自身についても教えてください。はい、最近手に入れたファッションアイテムはありますか？ファッションアイテムね、季節ごとにごそって買うタイプなんですけど、ここ最近はなんかいっぱいパーカー買いましたね。モノトーン選びがちでもモノトーンだけどそうスタイリッシュに見えたりとかデザインチックだったりとかするっていうパーカー買いました。パーカーをいくつかなんですか？パーカーいくつか買いました。3つぐらい買いましたコーディネートを決める時のルールなどはありますか？最近は自分があんまりしなかったような着こなし方とかを
スタイリストさんと一緒にやらせていただくとできたりとかするので、その私服でも例えばハイウエストだったりとかを取り入れたりとか、今回のこのディスキャドさんのこのスタイリッシュな形とかも私服で取り入れたりとかは最近はできるようになってきたので楽しいですね。リオがジョジョの宿命のライバルという存在なんですけれども、宮野さんにとって宿命のライバルはいらっしゃいますか？僕にとっての宿命のライバル、自分自身ですかね今絶対言うと思ったみたいな顔して、でもなんかあながち遠からずで嘘でもなくて、ずっと自分と戦ってるかもしれない。それこそ音楽活動なんかは常にやっぱりその時の自分を更新していかなきゃいけないっていうのがあるし、もちろんその時が一番最高と思って比べられるものではないのかもしれないですけど、やっぱりもっと面白いものとか新しい驚きとか発見とかをファンの皆さんにしてもらいたいと思うと、やっぱりぐる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 いっぱい考えるんで、過去の自分と戦うことにはなりますね。毎回舞台もそうで、この直前にやっていたその劇団新幹線とかの舞台とかとはまた違うチャレンジの仕方を今回はすることにはなると思うんですよ。でもその経験が生きて、このフィジカルをじゃあどう活かせるかとか、そういうことばっかり考えているので、自分のライバルは自分ですかね。もう一個、はい。セクシーな声でお弁当温めますかだって。はい、ありがとうございます。ピッピッピッ、お弁当温めますか。温めない。わかりました。これからハードな稽古が始まると思うんですけれども、お稽古中のリフレッシュ方法とか、あとは期間中で楽しみにするというか、どんなことを楽しみにされてますか？でも一番はカンパニーのみんなが楽しそうなので、カンパニーのみんなとどういう人間関係作っていけるかなとか、苦しい時も支え合っていければなっていう感覚はあります。やっぱすごくチームになってこれは戦っていかないと乗り越えていけないかなというふうに思いますし、で今日もこの後お稽古なんですけど、昨日夜寝る時ふと思って、あれでも待てよって、みんな部下だなって思ったんですよそういえばこの作品ってこんだけアンサンブルいっぱいいるけど、きっとみんな俺の部下だなと思った瞬間にちょっと強くいこうと思いました。リーダーシップちょっとだからリーダーシップ取んなきゃいけないのかもしれないと思って、松下君とか有田君とかに任せようと思ってた部分が俺従えなきゃいけないんだなっていうのに気づきましたね。ちょっとここからガラッと変わるんですけれども、アーティストとしても積極的に活動されているので、ご自身の発表された曲で皆さんにカラオケで歌ってほしいと思う曲はありますか？それこそ一番新しく出したシンガーソングトゥギャザーっていうタイトルなんですけど、約4年ぶりに声援可能のライブツアーができるっていう僕の音楽活動での流れがあって、でそのために作った楽曲で、まさにみんなと一緒にシンガーソングするっていう、一緒に歌うっていう思いを込めて作った曲なので、もし興味ある方はぜひ覚えて一緒に歌っていただければいいなというふうに思いますね。では2024年はどんな年にしたいと思っていますか？まずはジョジョから始まって、いやこれは結構自分でも見たことのないものにそんな景色が見れるんじゃないかなって思っているので、まずはここを目指すってことをしっかり念頭に置いていますね。それこそさっきおっしゃっていただいたようにフィジカルだったりとか、多分本当に相当大変だと思うので、それをちゃんと乗りこなせるだけのパワーを、だからジョジョ以降もしかしたらもうこんなんなってるかもしれないですけど、もし僕マジでかもこんなんなってるからですよね使い果たしてこんなんなって楽しみです、ジョジョ以降の僕が。ということで、本日は宮野さんにいろいろとお話をお聞かせいただきましたが、最後にジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド見どころとは何でしょうか？ジョジョがミュージカル化するって、僕自身すごい驚いたんですよ。しかも帝劇でやるっていうことの大きさに
ただどうやってやるんだろうなとかっていろいろ考えたんですけど、やっぱり僕の想像では及ばなくて、でも第1部をやるって聞いた時になるほどなとは思って、格式高いその帝劇の空気感とやっぱりジョジョの第1部のクラシカルな空気感って合うんだろうなっていう想像をしていて、ただやっぱその想像をはるかに超えてくるというか、そうクラシカルじゃないんですよね、吉尾久保さんが入ってファッショナブルになるということで、だからその見た目的にもやっぱり今現代令和でミュージカルを作るっていうことにおいてのいろんなアイデアとかの推移を極めて作っていくので、誰も見たことのないミュージカルになるってことは間違いないし、楽曲もオリジナルでやっぱりもちろん書き下ろしていて、めちゃめちゃかっこいい曲が上がってるんですよ、たくさん。これもなかなかネタバレになって言えないことですが、クラシカルなものとかではなく、結構激しい感じの表現になってくるので、そういった意味でも見たことのないミュージカルになってくると思うので、ぜひ期待していただければいいなと思っております。では最後に動画を見てくださった視聴者の方にメッセージをお願いします。はい、今回はいろいろとお話しさせていただきました。楽しんでいただけましたでしょうか。僕自身も声優、そしてアーティスト、そして舞台とたくさん活動しているので、もしね面白いなというふうに思った方は宮野真守を追いかけていただけたら、こんなこともやってんのかよとかいろいろ出てくるので、びっくり箱のように楽しめると思いますなのでぜひね、宮野真守自体を楽しんでもらいたいと思いますし、ジョジョのミュージカル絶対に面白いものになるように頑張っていくので期待していてください。よろしくお願いします。ブルドット JP では宮野さんのファッションシューティングもご紹介しているので、そちらもぜひご覧ください。ありがとうございます。宮野さん、今日はありがとうござありがとうございまいました。した。